こんな感じですね。今日は1冊目のレシピ本にも載ってるんですけれども、子供が食べる筑前煮のレシピをご紹介していきます。で、ごぼうとかレンコンってちょっと子供が食べなさそうなイメージがある野菜なんですけれども、それをじゃあどうやって食べやすくするかっていうのをご紹介していきたいと思います。まず人参は小さめの乱切りにしていきます。下の方はね細くなってますので、このままくるくると回して乱切りにしていくんですけれども、ここら辺からね太くなってきて、このままだと大きな乱切りになります。お子様用はまず4等分にカットして、これを上下に角度変えながら乱切りにしていきましょう。そうすると小さめの乱切りが出来上がります。レンコンはいちょう切りにしていきます。で、普通のいちょう切りはこのまま4等分にすると思うんですけれども、直径が大きいものは半分にして、またこれを4等分にして全部で8等分に切ってからいちょう切りにしていきます。今回私が使っているのは割と小さめになるので6等分にしていきます。2ミリ厚ですね。薄めのいちょう切りにしていきましょう。レンコン、ごぼうは子供にとってはねすごく噛み切りにくい食材になりますので、薄めに切っていきます。レンコン色が変わってしまうので水にさらしておきます。ごぼうは子供の場合は皮が噛み切りにくいので、ピーラーでしっかり剥くのがおすすめです。で、まず縦半分に切っていきましょう。これを斜めに薄切りにしていきます。2ミリ厚の斜め切りです。こんな感じね。ではごぼうも色が変わるのでつけておきましょう。本当はねそれぞれつけるんだけど、ちょっとめんどくさがりなし、私は同じものにつけてます。鶏もも肉は1センチ角に切っておきます。次ちくわですね。ちくわは半分に切ってこのまま薄切りです。半月切りです。これも2ミリ厚ですね。こういった練り物も子供が食べにくい、噛み切りにくい食材になりますので、小さめにね切っていきましょう。あと、レシピ本は板こんにゃく使ってるんですけれども、保育園集団給食の場合は、こんにゃくがねちょっと誤嚥で危ないっていうことで、糸こんにゃくを最近は使っております。はい、これはねもうざっくり揃えるの大変だから、ざっくりとね2センチ幅に切っていく。で、今回はアク抜き不要タイプの糸こんにゃくを使ってます。アク抜きしなければいけないこんにゃく使ってる場合は一旦ねさっと下茹でをしてから使います。葵の給食室は保育園サービスも充実、加算取得、献立作成、食材配送、委託まで何でもお任せ。子供が食べるようになったと評判の献立です。詳しくは概要欄をチェック。まず油を温めます。根菜類炒めていきます。人参とそれからレンコンとごぼうです。水気切ってくださいね。気をつけながら。人参、レンコン、ごぼうを加えて中火でだいたい2分ほど炒めます。で、中火で炒めていると焦げやすくなってきますので、弱火にしてさらに3分ですね。全部で5分ほど炒めていきましょう。野菜を入れて5分ほど炒めたら、ここに鶏肉、それからちくわです。あとは糸こんにゃく。そんなことあります？器を入れるの。はい
器を入れていきますはい、で、さらにですね、弱火で3分炒めていきます。煮物でも一度最初に炒めておくとこの油のコクが加わりますので、野菜がねとっても食べやすくなります。だし汁加えていきます。だし汁と最初に甘み加えていきます。お砂糖とみりんです。お砂糖の方がお塩よりも粒子が粗いので、先にお塩を入れてしまうと甘みが入りにくくなります。そのため最初に砂糖、みりん入れて甘みを加えてから粒子の小さい、お塩をね加えていきます。ここに落とし蓋をして弱火で20分ほど煮ていきます。あとね、こういう煮物って、結構お水で煮込むことも多いんですよ、レシピによっては。だし汁のうまみっていうのは子供が慣れ親しんだ母乳とね同じうまみが含まれているので、こういった食べにくいものっていうのはだし汁を加えて煮込むと子供がすごく食べやすくなります。はい、今こんな感じですね。まだね、レンコンとごぼうがかなりシャキシャキしているので、これがね柔らかくなるまで煮込んでいきます。ごぼうとレンコンが柔らかくなったところで、ここにお醤油です。それからお塩ですはい、全体をなじませたらもう少し煮込んでいきます。今度は塩味を浸透させていきましょう。もう一度落とし蓋をして、このままですね弱火でさらに10分煮込んでいきます。もうこれでお醤油の味も染み込んで美味しくなっております。で最後に冷凍グリーンピースを彩りで、これはねお好みで大丈夫なんですけど混ぜ合わせていきます。で保育園で作る場合は一緒に煮込んでしまうとグリーンピースがね最後の方に盛り付ける子が色がくすんでしまうので、保育園でやるときはグリーンピースは別茹でして最後にさっと加熱しないで混ぜ合わせるっていうのがいいです。で冷凍グリーンピースなんでさっと加熱して火を通して、はい、あとはね火を止めてこの冷めていく段階でも味が馴染んでいきますので、このまま鍋に入れた状態で冷ましていただきます。これで子供が食べやすい筑前煮完成です。3、はい、給食嬉しいな、何でも食べましょうよく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。筑前煮とか私煮物好きなんだよね。いただきます。お腹空いてるからついお肉からいってしまった。レンコンごぼうも噛み切りやすくなってます。根菜類がたくさん入ってる煮物は噛み応えがある料理になるので、こういうものの主菜を合わせるときは柔らかめの焼き魚とかを合わせるとバランスが良くなります。一方は硬いんだけれども、一方は柔らかいみたいな形で主菜と副菜を別の硬さにしてあげるとまとまりがね良くなります。最高。保育園ではねこれ主菜じゃなくて副菜としてつけることが私は多いです。作ってみてください。挑戦してみてください。ありがとうございました。